はい、どうもです。ということで、今回はこちらの青黒ミッドを紹介したいと思います。こちらのリストですが、3月10日の MO チャレンジにおいて、9勝1敗で優勝を果たしたものですね。青白コントロールの優勢により青黒ミッドが増えていたのですが、なんとこの大会においては青黒ミッドがメタの 22% を占めており、ダントツのトップメタとなっていました。白ランドとミレックスが3枚ずつ入っており、さらに角消しやアーテ、コウモリもガン積みされているということで、基本的には青白コントロールに対して有利を取っていけるデッキとなっています。新カードはラザーブだけしか入っていないのですが、墓地対策かつ生き残ると一生ワードを取っていけるので、2マナ域としてはかなり強力な1枚ですね。また最近はサイドに覆い隠しを1枚取る方が増えてきていて、マナコストが最も大きい生物を追放することができるのですが、これはおそらくアクロゾゾ対策のカードかなと思われます。一貫の終わりより1マナ軽い分、でかい生物しか対処することはできないのですが、基本的には対処したいのはアクロゾズやでかい生物だけということで、こちらの採用が増えてきている感じですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。除去はないのですが、しっかりと相手の手札を確認してから、動いていけるということで、キープしていったのですが、さあ相手これは、ボロス召集ですね。先手のボロス召集ということで、分回られると青黒ミッド側は、結構きついマッチアップですね。さあ相手ミレックスを置いているので、色マナを出すことはできないのですが、さあ解体していい様子。これは、最強ムーブですね。ボロス召集側がその先手2ターン目でこの動きをしてくると、基本的にどのデッキであっても対処することはできないので、これは仕方ないかなと。ボロス召集はなんていうか、その安定感がない分、こういった分回りもあるというデッキですね。基本的にはもう、サイド後から対策をしていくデッキになるんですが、さあこちらはもう後手2ターン目でコウモリを出すしかないという感じですね。イモデーンまである。これは最強ハンドですね。さあなんとかイモデーンは阻止したのですが、基本的にはこれはもう無理な、盤面ですね。おそらく、もう次のターンには投了していく流れになるのではないかなと。さあ、さらにどんどんとクリーチャーを並べていく。アンセム系のカードを引かれたら、基本的にもう、次のターンには死んでいく形になりますね。さあ、相手はもうフルパンするしかないんで、残り11点まで、これは無理ですね。一応、ブロッカーを出して、ターンを渡していきましょう。なんていうか、ライフは残りはするんですけど、このターンフルパンされて、1体ブロックしたところで、次のターンにはもうこれ確定で負けるんで、基本的には相手の、カードだけ見て、2試合目に進んでいく形ですね。さあ、相手かなり長考していますが、この状況で、何か考えるカードがあるのかどうか。基本的にはもうフルパンで勝ちの盤面なので、避難の道とかをケアするにしても、引かれていたら普通に打たれるだけなんで、ノータイムでこれはフルパンが良さそうですが、さあ、サリアは残していく。一応ブロックしていきましょう。さあ、残り3点まで。さらに解体をしていく。一応サリアを残すことによって、避難の道プラス切り崩しっていう動きが、できなくなる感じですね。ただ、イモデーンあるんで、これは、勝ち確ですね。ということで、再度行きましょう。ただ、基本的にこのリストは、そこまで、ボロス召集を意識していないリストになりますね。一応全体除去である、ギラつく反乱やギックスの命令を入れて、で単体除去のリリアナを抜いていく感じですね。さあ、1本目負けで2試合目。除去ないですが、キープしていきましょう。一応1ターン目から動いていけるハンドなので、しっかりと、ブロッカーをね、出すことはできますね。さあ、相手は、ダブマリですね。さあ、まずはセレンを出していく。ただ、
なんていうか、ボロス招集側は、全然ダブマリでも強いデッキなんで。さあ、ここ一旦地図トークン使っていきましょう。のど首、もらっておきますか。まあ、基本的に、ボロス招集側に単体除去ってそんなに効かないんですけど、まあ、イーオスであったり、今場に出ている管理人であったりには、打っていきたいカードですね。さあ、まあ一応精錬22になってるんで、まあパワー1の、クリーチャーはブロックできると。この動きがね、強いですよね。管理人が入ってる理由がよくわかるかなと。さあ、トップ見ていきますが、スクライはトップに置いていく。なるほど。さて、まあ、スクライどんどんされるのと、まあ、あとクリーチャーを残していたら、いい要素を出される可能性があるんで、もう管理人はこっちのターンに除去っていう形でいいですね。さあ、福音者。これもまあ強いですね。で、まあ、どんどんとこれは相打ちにしていって、OK かなと。これは、説教者出して、説教者にトークン使っていきましょう。まあ、全除去が引けれると、だいぶ楽なんですが、まあ一応こっち先手なんで、どんどん攻めていきましょう。クロック的には、まあこっちの方が早いんですね。で、一応説教者もいるんで、まあライフが削られたとしても、反コンのね、チャンプブロッカーを出していくことができますね。お、さあここ構えてくる。まあ飛行クリーチャーは殴れる状況だったんですが、まあちょっと怪しい動きですね。何があるのか。お、さあ、そして切り崩しも引いてくる。まあ、相手さすがにこれブロックできないので、さあ、残り9点まで。さあ、除去と黒幕を構えていきましょう。手がかりで何かを探しに行く。まあ、何が来たとしても、なんとかって感じですね。相手がこのターン、フルパンしてきた場合は、黒幕2枚出して、もうリーサルですね。さあ、いや、いいでしょう。さあ、これは何もなさそうか？あるとしたら、マザーアトイの劇場ぐらいですかね。ただ、それ以外だったら勝ち確の状況なので、まあ、サリアを除去ってフルパンしていきましょう。さあ、そしてここでようやくギラつく反乱を引いていく。まあ何もなければ、勝ち確ですね。これで投了と。GG。さあ、サイドなんですが、まあ基本的にボロス相手は、先手も後手も変わらないですね。このまま行きましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。これ、ちょっと微妙なハンドですが、まあ、キープしますか。まあ基本的にそのボロス相手の後手の書き消しって弱くて、で単体除去しかない。で、ブロッカーもゲックスしかいないという状況ですね。なんとかギラつく反乱が引けるといいんですが。さあ、ただ相手マリガンしてるので、まあ手札差はあるという状況ですね。まあただ手札差あるけど、こっちもいらないカードだらけなんで、まあ同じぐらいの強さのハンドではないかなと。さあ、解体していく。強い。相手ダブマリですけど、完璧な動きをしてますね、今のところ。これはもう管理人に除去を打っていきそうですね。打たないと、まあ有効牌をどんどん探されていくので、まあ裏目は、いい様子ですね。相手の残り1枚がいい様子だった場合は、裏目になっていきますが。さあ、これは、何もなさそうか。一瞬構えてきてたんで、あら。でも今、チェックしたんですけど、戦速クリーチャーじゃなかったですね。まあ、説教者から行くんですが、いや、止まってくる。これはなんだ？フルコンなのかな？
もう、ただ、ここは事件、強いですね。まあ、精錬プラス書き消しだと、一応構えることはできたんですけど、まあ、その地図トークンを使わないってなると、まあ、基本的には露骨な構え方になるんで、ただ、アクロソス引いてくる。まあ、一旦これはもう、ブロッカー並べていく形になりますね。次のターンさえ、しのげば、アクロソスで、まあ、おそらく逆転はできるのではないかなと。まあ、事件がちょっとアンセムになってるのが、きついですが。イモデーントップされた場合は、2体ブロックして、3、6、9。うん。管理人も嫌ですが、いや、結構厳しいですね。しかもトップに置いてくる。これどうですかね。トップに置いてくるっていうことはまあ、イモデーンか何かだと思うんですけど、イモデーンだった場合、4点ゲインを加味しても、14で、3、6、9、12。いや、ギリギリ耐えるか。なんとかこれはもう、ブロックしていきましょう。さあ、残り6点から、まあ、アクロソスは出すんですが、これでブロッカー2体、残り10点になって、ギリギリ耐えてるか。解体トップなるほど。まあ一応管理人がでかくなるっていう形ですね。55の飛行警戒になるんで、はい。いや、これは強いですね。これは除去を引かないと、ドレッド出して書き消し構えても、残り5になって、3体ブロック。これはダメだな。勝ち数字があるとしたら、アクロソズ、ドローを見るか。あ、ワンチャンある。アクロソズは殴っていいのか。残り6になって、いや、いけるか。アクロソスアタックで、これ確定でドローできるんで、いや、ギックスもいくか。このギックスはね、多分ブロックしづらいはずですね、相手は。まあ、ブロックするとその3点食らってギラつく反乱で管理にも死ぬんで。まあ、ただ、避難の道の方がね、やっぱり基本的には強いんですよね。避難だと相手のクリーチャーがね、もう全部破壊できるんですけど、ギラつく反乱だと管理人が残ってしまうため。さあ、ワンチャンつなぎましたね。で、一応書き消しがあるんで、イモデーンが来ても大丈夫。さあ、残り1点。ただ、この1点はね、相手遠いはずですね。さあ、アクロソズが生き残ってしまうともう、かなり厳しいはず。相手結構考えてたんで、まあおそらくこれ除去か何か引いてそうな感じですね。さあ、先にドレッド出していきましょう。一応ドロー誘発で、ゲームもね、できるんで。で、相手はアクロソズが殴る前に除去を打たないといけないんですけど、除去には書き消しが当たっていくと。まあ、悩んでるんで除去は確定ですね、これ。さて。あるとしたら、ウセロか、タフ4除去のどっちかだと思いますが、さあ、クローズ触っていく。うん。まあ、ただこれは、カウンターですね。カウンターして、アクロザズは殴っていきましょう。さあ、これで、さらにゲインが発生。残り3点。で、ドレッドがいるんで、相手これブロックしないと、負け確になりますね。ただ、相打ちするのは相手相当きついんで、ここで投了と、いや、この逆転気持ちいいですね。GG。
さあやっていきましょう。こちら先手。土地にですけど、まあ2マナクリーチャーを引いていきたい感じではありますね。2マナクリーチャー引いて3枚目の土地を引くっていうのが、まあ理想のドローではありますが。さあ相手は、ラクドスの情報ランドからスタート。お、いいですね。まあ2マナクリーチャーこそ、引かなかったですが、まあ一応切り崩しを構えて、はい。まあこれはもう打っていきましょう。相手は懐かしの発見ラクドスですかね。さて、まずは説教者を出していく。発見ラクドスはね、まあ自分ずっと使ってたからわかるんですけど、まあちょっとね、今メタ的には、あんまりよろしくないデッキですね。まあエスパーとかにはね、全然勝てるんですけど、まあでもどうだろうね。メタが回って、ゴルガリとかもね、増えてきてるんで、実は今、まだまだいけるデッキなのかもしれない。ラクドスはまあ基本的には、ランプがめちゃくちゃきついっていうデッキですね。まあでも今本当、なんか、ランプが減ってて、青黒ミッドとゴルガリがめちゃくちゃ増えてる環境なんで、ワンチャンあるかもな。さあ、地質鑑定士からのコウモリ、強いですね。まあただ盤面的には、説教者がもうめちゃくちゃ殴れるんで、コウモリ除去ってギックス出して殴っていきましょう。アドバンテージ、まあさすがに投了ですね、随時。さて、発見ラクドスということで、ティシャーナは入れていきましょう。あとは、ストロークが有効ですね。あとは何を抜いていくか。まあ、アクロサズは、発見ラクドスに対してはそんなに、有効ではないですね。まあ、あとは後手ということで、まあ、先手カードをちょいちょい抜いていく感じでいいかなと。で、ギックスを抜く都合上、まあ、軽い飛行クリーチャーもちょっとだけ抜いていくと。まあ、こんな感じでいってみましょう。さあ、1本目、勝って2試合目、土地1なのでマリガン。まあ、これはキープしていきましょう。まあ、一応、発見ラクドスに対してラザーボもね、そこそこ効くっちゃ効くんで、さあ、相手は収穫者からスタート。さて、まあ、ラザーブ出していきますか。まあ、ただ相手先手ということで、はい。このリリアナはね、ちょっと青黒は対処できないですね。さあ、先手3ターン目リリアナ、そしてこのハンド。クリーチャーがいないため、これはもう一生リリアナプラスされて負ける未来が見えますね。さあ、リリアナプラス。まあ、除去っていきましょう。ちょっとね、これは、ミシェルランドとかを引けないと、かなり厳しいですね。さてさて。うん。さあ、セレン。これ、まあ、残るといいんですけど、一旦そのままターン渡してみますか。なんだかんだこの、先手3ターン目リリアナってハマるとね、めちゃくちゃ強いですよね。フレンズウォーカーの除去手段がないと、もうこれ1枚で決まってしまう可能性もあるんで。さあ、で有効杯をもう捨てていく。完全にリリアナで勝つ気ですね、これは。さあ、これは除去を持っているか。コウモリスタックで、まあ止まってきていますが、除去。これは、無理ですね。まあもうこのセイレーンにおそらくこの除去は使ってくるでしょう。まあというかおそらく、コウモリを除去ってセイレーンも除去る。で、完全にリリアナ6プランですね。いや、これがな、リリアナの強みですよね。
何もしようがない。まあ、このゲームに関してはもう、おそらくそのままね、負けてしまうんですけど、まあ一応相手のそのデッキのね、中身を見るという意味で、まあちょっとだけ見ていきますか。さあ、リリアナどんどんプラスしていきますが、おドラゴンエンジン。なるほど。なるほどね。相手その、押し出し引き抜きも入ってたんで、そういうデッキかもですね。さあ、ドラゴンエンジン。これ強いね。もうただで3ドロー。なるほど、なるほど。おそらく、押し出し引き抜きで、ドラゴンエンジンと、なんだっけ、ミスラのコンボも入ってる。っていうタイプのラクドスですね。なるほどね。多分ね、カルノサウルスが入ってなくて、まあそっちのコンボに振ってるタイプですね、これは。さあ、まあ先手ということで、先手カードは全部入れていきましょう。ストロークはまあ、もういらないかな。切り崩しもいらない。2枚抜いていいですね。一応墓地利用が多分、あれだけなんで、まあ侵入者とかは入れなくていいかなと。さあ、1勝1敗で3試合目。これはちょっとマリガンしたいですね。まあこっちの方が全然いいハンド。まあ先手なんで書き消しボトムに送りますか。書き消しかのど首かっていう感じですが。いや、のど首でいいかな。多分、対処したいクリーチャーが、まあドレッドぐらいなんで。さあ、まずは、精霊を出していきましょう。まあコウモリを出しつつ、書き消しを構えるかどうかを考えたいっていうところですね。さあ、コウモリから。これは兄弟仲かな。まあ、1枚で、複数のクリーチャーを対処されるのがしんどいということで。さあ、土地は引かず、精霊の方に使っていきましょう。相手がここにスタックで除去を打つのかどうか。まあ、確定除去を精霊に使うのかどうかですよね。まあ、相手はこちらがハンドに土地があるかの読みなんですが、さあ、土地がないため、ここは打たれるのはきついですね。さて、先手で土地が止まってしまったが、さあ、ここタップイン。まあ、一旦書き消しを構えていくしかないですね。お、除去打つ？なるほど。これはまあ書き消さなくていいですね。兄弟仲は別に取られてもいいんで。さあ。まあ、ティーマルキのクリーチャーに、確定除去を2枚使ってくれたのは、割とありがたいかなと。これは、消していきましょう。お、玉靴が出てる。なるほど。さあ、鑑定士出てきますが、これに書き消し打ちますか。さあ、コウモリは、しっかりとカウンターしていく。ちょっと土地を引かないため、しんどいですが。さあ、これさらにコウモリ。まあ、どうだろう。ドレッド取るんかな。ドレッドが相手多分対処できないんで、ハンド的に。ただ除去を抜いていく。さあ、ここで、ようやく4マナ目を引いていく。先にちょっとドローしてみますか。ただミシュラランド。お、ダブルブロック。なるほど。これはもう、1、2交換をしていくと。まあ、ドレッドを出していきますか。相手のハンド的には、まあ、対処はされないカードのため、ミシュラ、一旦、リリアナ使いますか。リリアナを相手、まあ無理やり落としに行くことは可能なんですけど、ただ落としに行くと、相手多分結構きついはずですね。
さあ、まあ、押せ出しがあるんで、ここは殴らず。ドレッドを立たせていきましょう。まあ、ドレッドは殴らなくても圧になるっていうのがやはり強いですよね。さあ、殴ってくる。おこれルーティングしたら負け確ですね。ミセラランドがいるため、発展クロックあるので、ルーティングしちゃうと、まあ、青黒はやっぱりね、ミセラランドが使えるのが強いですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。